ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの戦力的な敗北が一つ確定した、そのような出来事が発生したので、今回はそのことについて解説を行っていきます。具体的に何が起こったかといえば、これまで中立国だったフィンランドが NATO に正式加盟したのです。遠いヨーロッパの出来事だといったこともあって、フィンランドが NATO に加盟すると聞いたとしても、これまで多くの国が NATO に加盟してきたのと何が違うのかと、その差をあまり感じないかもしれません。しかし、この地域のことを考えた場合において、フィンランドが中立から NATO に加盟した意味というのは非常に大きく、また歴史的な評価もいずれはロシアの外交的な失敗の一つ象徴的な出来事として記録されるだろうと私は考えています。それではなぜフィンランドが NATO 入りすることがそれほど重要なのか、早速関連ニュースを見ていきましょう。フィンランドの NATO 入りがなぜ重要なのか、そのことを理解するためには地図を見る必要があります。現在バルト海周辺の国家は NATO に加盟しているか、それとも NATO に加盟しようとしているスウェーデンしかありません。その中にあってロシアはバルト海に面している場所が2カ所しかありません。まず第1はロシアにとっての飛び地カリーニングラード。ここにはバルチック艦隊がいます。しかし、フィンランドが NATO に加盟することによって、もはやバルト海はロシアにとっては敵地に残された本当の孤島になろうとしています。また、スウェーデンがトルコとの問題によって NATO に今は加盟できてはいませんが、そもそもロシアがスウェーデンに何か攻撃をしようとしたとしても、NATO 加盟国の領空や領海といったものを通らない限り、スウェーデンに手出しはほとんどできない状態ですから、ロシア軍がこの地域において力を示すことはもはや不可能になったと言えます。また、逆の側、NATO 側から見た場合において、より前線に部隊を配置することも可能になりました。この後フィンランドがどれだけ NATO 軍の受け入れをするかはわかりませんが、フィンランド駐留の NATO 軍の存在は必ずロシアに対する強力な抑止力を生むことでしょう。これまでのようなロシアと面している NATO 加盟国がバルト三国で、このバルト三国ではとてもではないが、ロシアの圧力に抗しきれないという状況は、ようやくこれで解消することができるわけです。そして、フィンランドは長年ロシアを非常に警戒している国でした。ただし、中立という姿勢を取り続けてきました。しかし、中立というのは、非武装中立ではなく、武装中立。もしも戦争が起こった場合においては、どこからも援軍が来ない、そのようなことを想定して、自分の国はしっかり自分で守らなければならないという覚悟を持った上での中立国でした。そのような国が NATO に入るということは非常に心強い味方となります。そのことを伝える記事を見てみましょう。NATO に加盟したフィンランドの軍は対ロシアで頼りになる。フィンランドは3月4日、正式に NATO の31番目の加盟国となった。2020年に加盟した北マケドニア以来3年ぶりの新加盟国ということになる。フィンランドの加盟により1344キロ国境を接し、ロシアの侵略を防ぐことを使命と自認する近代的な軍隊が NATO に加わることになった。フィンランドの年間軍事予算は日本円で7800億円で約2万3000人の常備軍を抱える。国民開閉制を採用しているため、戦時にはそれを約28万人にまで拡大することができ、定期的に訓練を行う90万人の予備役もいる。一部の部隊はアフガニスタンでの西側連合軍の一員として従軍し、戦闘経験がある。なお、フィンランドの人口は554万人です。人口に対して90万人の予備役がいるというところから、この国の武装中立の姿勢がどれだけ徹底しているかが伺えます。フィンランドはすでに GDP の 2% 強を国防費に充てており、NATO が加盟国に設定した GDP 比 2% の目標は2014年に達成している。もっともロシアとの緊張が高まる中、この目標は間もなく情報修正される可能性もある。グローバルファイヤーパワーによる世界軍事力ランキングで、フィンランド軍は世界で51番目に強力な軍隊とされている。しかし、フィンランドの実戦での戦闘力は、軍の規模をはるかに上回る。陸軍について。フィンランドは主力級戦車約239台を保有しており、そのうち179台が使用可能な状態とみられる。このうち、それぞれ約100台ずつ保有するドイツ製のレオパルト 2A4 とレオパルト 2A6 は、春の反攻を支援するために、ウクライナに送られた戦車と同じタイプだ。
フィンランド軍が保有する数千台の装甲車の中には、スウェーデン製の CV90 歩兵戦闘車が100台以上ある。これもウクライナに送られたモデルで、世界で最も強力な歩兵戦闘車の一つとされている。砲兵火力でも秀でている。保有する自走砲は100機以上。M270 多連装ロケットシステムも29機保有している。空軍について、フィンランドはアメリカの戦闘攻撃機 FA18 ホーネット55機で構成されたフィンランド空軍部隊がアメリカの最新兵器を搭載して同盟国の北東部の辺境を監視している。フィンランド空軍の FA18 は2026年から64機のステルス戦闘機 F35 に置き換え予定。後継機の導入完了は2030年を予定。海軍について、フィンランドのバルト海側は4442キロに及ぶ海岸線だ。フィンランドの加盟とスウェーデンの加盟申請により、バルト海は NATO の湖とみなされるようになった。フィンランド海軍は世界で12番目の規模を誇り、艦隊にはミサイル艇8隻と掃海艇10隻が含まれている。最後に、4月4日アメリカ国防総省が発表したウクライナへの兵器供与についてのリストをご紹介します。アメリカがウクライナに対する軍事支援を行うときには2つのパターンがあります。大統領権限に基づいて米軍の在庫から物資を支援するパターンと、もう一つは予算を用意しておいてこれから企業に発注して物が揃った段階でウクライナに供与するパターン。他にもレンドリースのような手段はあるのですが、今のところウクライナへの軍事支援は無償供与が基本となっています。そして今回の軍事支援のリストは様々な弾薬がずらりずらりと並ぶようなものとなっています。ハイマースであったり、榴弾砲であったり、戦車砲の弾であったり、とにかく弾薬と並んでいくのですが、今までとはちょっと方向性の異なるものがこのリストの中にあります。それが重燃料給油車、重油を運ぶわけではありません。この重というのはあくまでも軍用規格の部品で作られた燃料給油車という意味です。これが61両も供与されるというのは明らかに大部隊の移動を前提とした支援の内容だと言えます。これまでは守りを固めることが主体だったので、このような支援が目立つことはありませんでした。燃料の消費が激しい戦車が大量に動くといったことを考えると、このような燃料をどれだけ運ぶか、補給能力の向上も軍事支援として必要になったという判断でしょう。これもウクライナ軍の反撃が近いことのサインだと言えます。ちなみにこうした燃料給油車というのは前線近くまで行くわけですが、決して弾が飛び交うようなところまで出ていくわけではありません。戦車が補給するのはあくまでも銃弾飛び交う場所ではなく、そこからある程度後退してから補給車と落ち合うのです。USAI、こちらの方は資金を元にして企業に発注、これからの納入という話なのですが、主には弾薬系がたくさん並んでいたのですが、こちらにも燃料トレーラーや重燃料給油車といったものがリストに入っていました。戦闘地域から離れた地点での燃料輸送を迅速にするための一般的な燃料トレーラーも105両発注しています。フィンランドとスウェーデンは共にNATO 加盟申請を行いましたが、トルコが障害となったため、スウェーデンの加盟の目処は全く立っていません。だからといって、ロシアがスウェーデンに対して手出しできるかといえば、そういったことはできません。最初にご紹介したように、ロシアと国境を接する国々は NATO に加盟している状態ですから、このような状態で、それらを飛び越した形でスウェーデンに対する攻撃をすることは、もはや不可能になったと言える状況だからです。そして、このようなフィンランド、スウェーデンの NATO 加盟入りという道が開けたことは、自らが侵略行為を行ったことの代償だと言えます。さらに言えば、このような国々はこれまでは中立国でした。ですから、明確なロシアの敵ではないということをわざわざ明らかにしていた国々を、ロシア自らが追い立てる形で NATO 入りさせたというのはまさに墓穴を掘ったという以外の評価のしようがありません。しかもこのような国々は、一旦国家方針として NATO 入りをしたからには、この後プーチン大統領がたとえいなくなったとしても、NATO から脱退することはありませんから、この力関係の変化は明らかにロシアにとって超長期的にマイナスの作用しか働かないこととなります。ただ、この点について言えば、プーチン大統領は自分がいなくなった後のロシアなどどうでもいいと考えているのは明らかですから、その点に関しては彼自身は何ら後悔はしていないでしょう。
そもそも現在の戦争においても人海戦術が多用され多くの人々が亡くなることによりロシアの国力は必ず先細りしますし、また戦争が長引くことによって中国に主導権を握られ経済的にも劣勢に追い込まれロシアの国力や外交的な力も失われていくというのは明らかです。しかし、プーチン大統領にとってはそのようなロシアの未来などあまり関係なく彼自身はウクライナへの侵略によってかつてのロシア帝国やもしくはもっともっと領土が大きかった時代のソ連邦の時代までなんとか引き戻したいなという無茶な願望に基づいての行動を続けており、このような考えにしがみついている間はなかなかこのようなロシア衰退の道から自ら外れることはなかなか難しいかもしれません。このような明るい未来のシナリオが全く描けないようになったのはまさに自業自得だと言えます。そして最後にご紹介したアメリカの軍事支援の方向性に変化が出たといった話は明らかに今後のウクライナ軍の反撃を織り込んできているアメリカの動きです。これまでウクライナ軍は春の反撃というものを予告しつつ冬の間は耐え忍ぶという基本戦略を取ってきました。そのための時間稼ぎをする、決して無茶な攻撃には出ず守りに徹していた時期だったわけです。しかし、欧米からの戦車や歩兵戦闘車が数多く届くことにより、あとは弾薬さえ揃えば、そしてどこのポイントをいつ攻めるかといった時期を見計らう時期へと入ってきました。そして反撃作戦を行うときに非常に重要なのは、燃料をバカ食いする軍隊に対してどれだけ補給が追いつくか、ここが非常に重要です。去年2022年においてはロシア軍の方がこの燃料補給、いわゆる兵隊についての重要性を軽視したために法制限界点を迎えたといったことがありました。このようなロシア側の過ちをウクライナ軍が犯さないようにするためにも下準備は周到に行う必要があるというわけです。ただ、こうしたアメリカ軍の軍事支援なのですが他の国よりも圧倒的に多いのも確かなのですが、しかしまだまだ十分ではないと私は思っています。特にこの冬の間、長距離ミサイルの供与については全く話が進まなかったという問題も残ったままですし、ロシア軍に対してもっと有利にするためにも、戦車や歩兵戦闘車の供与はアメリカがもっとしてくれればいいのになと思います。というわけで今回の動画はここまで。超長期的な視点に立った場合において、ロシアは明らかに戦略的な過ちを犯しました。フィンランドといった中立国をわざわざ NATO 入りさせたのは、明らかにロシア自身が侵略を行ったその結果です。プーチン大統領は NATO が拡大することに対して反発してはいますが、自分がやった結果として NATO 加盟国が増えている、そのことを反省しない限りいつまでもロシアが衰退する道をたどり続けることでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またねー。